邪魔しどうます。ぞ。ここを見るとなんかミニマリストっぽい。おー、ちょっとぎゅうぎゅうですね。なんで蓋ないんですか？なかなか見えないところぶち込んだりやらないとって思ってたんですけど、なかなかそれができなくて、まあミニマリストな部屋には憧れがあるけど、まあもう少し減らしきれないみたいな。そうです。クローゼットも毎日服選ぶときにバーッと押し投げてお気に入りの服選ぶみたいな。インスタグラムでミニマリストマッチってもう名乗ってるくらい、はい、なのにちょっとこの裏方が散らかってると物減らしたらめっちゃいい部屋になりますよ。突っ込んで部屋がすっきりしてるように見えて、物の数を減らさないと根本的には解決しない。ミニマリストは福袋で買わない方がいいですね。そうですね。写真撮って捨てます。おー、いいですね。気持ちいいですね、これ。余白3割ルール。シュウさんって生活インフラの説明書とかってどういうふうに？実家は普通に送り返そうかな。あ、実家に送るのやめましょうか。あ、やめます。ミニマリストのこれも王道なんですけど、バスタオルをやめてフェイスタオルです。これ3つあるのは2個でいいんじゃない？2個でいいなと思ってます。ゴミ袋が1、2、3、4 まあこんだけ片付いたら取りたくなります。視界に邪魔なものがなくて、なんかノイズがなくなったって感じ。はい、ちなみにこれは売るものです。査定金額はおはようございますということで、朝5時に起きてですね、今から飛行機に乗って物を減らしに行くんですけども、今回はちょっと変わってます。というのも、お部屋脱出のためにミニマリストになるぞっていうのをすでにインスタグラムに投稿している25歳の男の子。お部屋脱出します。僕はこの汚いお部屋をミニマリスト部屋に変えるズボラエンジニア、転職をきっかけに上京して、実家暮らしから一人暮らしにいきなり変わったから、物買いまくっちゃって、この間は。で、リモートワークがメインの会社なのに、段ボールデスクで働くというセルフブラックな環境を誕生させました。仕事もはかどらないし、家も汚いし、そんな時に YouTube で見たミニマリスト渋さんの部屋が、本当に僕と正反対の部屋で。マッチさんの元に行ってですね、でパッと見はこんな風にインスタグラムにも上げてるくらいだからミニマリストっぽいんだけど、実態は水回りがぐっちゃぐちゃで結構押し入れにぎゅうぎゅうに物を入れちゃっててっていうので、どこかねなんかこう物を減らしきれなくてっていうのに悩まれてる男の子の元に行って片付けていきます。お邪魔します。はい、ということで早速ちょっとどんなお部屋かもルームツアーさせてもらおうかなと、はい。まあ、今からこの片付けていくんですけど、まあ、ちょっと先に片付ける前のお部屋を撮らせていただいて、でいうとなんか早速気になったのがちょっとこの辺り、ここペットボトルあるんですね。これ週に1回ペットボトルの掃除があって、ペットボトルだけなんか違うゴミ袋で出さないといけないので。ああ、なるほど。そう楽だなとは思いつつ、はい、なんか入った瞬間にペットボトルあるので確かにちょっと気になるなっていうのは違和感ありますよね。まあ率直に思いましたね。あと傘がですね、ビニール傘2つとここですね、折りたたみ傘があって、まあ、計3つあるっていうのもちょっと気になったんですけど、これ1本で済ましたいんですけど、この黒い、これない時にめっちゃ雨降って、はい、ビニール傘買って、ちょっとここ失礼します。はい、4つとサンダル。これあれなんですよ、革靴なんですよ。冠婚葬祭とかで。はいはい。まああとここら辺なんかグローブとサッカーあるからスポーツマンなのかなと思ったんですけど、去年のワールドカップでちょっと、はい、自分サッカー部だったんですけど、はい、ちょっと熱沸騰してサッカーボール買ったみたいな感じで、このグローブは、はい、友達とキャッチボールしようぜって言った時のなんか勢いで買ったグローブですで、ここが水回りですかね。おおまあ事前に写真送ってもらってたんで、はい、そのまんまですね。だいぶ特にこの僕らの目線のすぐこの先にぎゅうぎゅう詰めのものがあるっていうのはすごいちょっとまあ見てて気持ち悪いですよね多分すっきりはしない、はい、別にコインランドリーとかではなくちゃんと洗濯機があるけど、これはなんでこんな風に溜まっちゃったんですか？そうですね、これ一応乾燥機付きの洗濯機です。はい。なのになおさらめっちゃ楽じゃないですか。楽なので、はい、タオルとか畳みたくないんですよ。はい。で畳みたくないから乾燥させたらすぐボンってぶち込んで、あとここは下着とか靴下とか使ってるやつを今ここに置いて、そこから取り出して使ってるっていう。そうです。下着とかは畳むのがめんどくさくて、まあちょっとここも後で綺麗にしますが、はい、気になったのが、はい、まあなんか今着てたやつとかもすごい糸のほつれとかがこれすっきりビローンそうですよね。なんか別にこの動線はいいと思ったんですよ。別に、まあ、洗濯機ちゃんと洗ってっていう。シュウさんって下着とかはい、どこに収納されてるんですかね？はい、我が家洗濯機用にクローゼットがあるのはご存知だと思うんですけど、
まあそこの中にその、無印良品で買った吊るす収納みたいな。そうですね、あそこに入れてるんで、そもそもでもタオルと下着類ここまで多くないですね僕。ですよね。なんか根本的にこうちょっと数減らさないとまた溢れそうだなと思ったので、ちょっと後で減らしましょうか。まあ水回りもちょっと全体的にここら辺とか散らかってますね。で、水回りからこちらが、はい、リビングですね。おー、ここを見ると、うわ、なんかミニマリストっぽい、床も張り替えてるし、天井についてる、これプロジェクターですね。これ我が家にも置いてるやつと同じやつがあって、まあこんな感じで映像鑑賞できるっていうものがあったりとか、これワイチアですか？あ、そうです。これ、はい。こちらで、はい。なんかヤフオクで、なんかリプロダクト品みたいな感じで、ああ、はいはい。2、3万で安く売ってて、なるほど、なるほど。名作家具で、まあそうですね、シンプルなデザイン。まあなんかもろもろなのでミニマリストっぽい部屋ではある。はいっていう感じで、リビング入ってすぐがキッチンがあるっていう。まあよくある、まあここは 1K7 畳ということで、ここ木目だけど、ここ大理石なのは多分張り替えてるんですかね。そうです。これ黄色だったんで、あー、うんうん床と合わせたいなってうんうん。ことで、なんかより広く見えるかなと思って。なるほど、なるほど。ね、見た目もすごいシンプル、スッキリに見せたいっていうのは感じるし、まあなんかこの辺りは散らかってたりとはしない、むしろ整理されてる方だとは思いますね。ああ、こんな感じですね。うんうん。これ、一人暮らしにしては多いなってちょっと思って。まあ確かに、特に、コップ多いっすね。ちょっと多いなって。これでも来客用にしてもいいっすね。あ、そうです。減らした方なんですけど。まあまだなんかめちゃくちゃぎゅうぎゅう詰めでもないからいいんですけど、東京に暮らしてて、割れるような陶器が結構高い位置にあるのって危ないっすね、これ。確かに。まあ地震来るじゃないですか、東京。そうですね。っていう時に、まあ割れ物が高い場所にあるのは非常に防災の観点からも良くないなっていうのはパッと見思いましたね。だからここに置くのは基本的に割れないもの、例えばこういうものとか、ああいうステンレス系の方を固めた方がいいなと思いましたね。で、下ですね。下もちょっとごちゃってしてるんですけど。特に奥、もうなんか並べてないですもんね。ギューって放り込んだみたいな。お母さんからもらったエコバッグなんですけど、ああ、一切使ってないんです。なるほど。使ってないものを奥にやっちゃってるっていう、うちのチャンネルでは散々言ってるんですけど、使わないものは物置の奥にやっちゃってる。まあ要は優先順位が低いものなんで、まあ大体いらないものが固まってる可能性が高いっていうので、このキッチンの見えるところもそうだし、まあ普段生活するこのリビングもそうなんですけど、こうパッと見えるところは片付けて、はい、まあミニマリストっぽいというか、感じあるんですが、やっぱりこう中の方とか水回りとかがちょっとごちゃついてる印象。今回なんかその一番片付けたいところがあるっていうのを言われてて、こっちですよね。そうですね。こっちに押し入れがあって、おー、まあ確かになんか部屋はすっきりしてるけど、ここら辺もちょっとぎゅうぎゅうですね。まあ見た瞬間美しいっていう感じはしないですね。そうですね。ちなみに今これ服何着くらいあります？把握しきれてないです。そうっすよね。40ぐらいはあると思います。40ぐらいあるし、まあ、僕の基準で言うと、その人にとっての適正量って、まあ、盗まれても気づけるかっていうの一つ。まあ、例えば我が家、10着なんですけど、まああれ、例えばダウンジャケットが盗まれたとか、T シャツ1枚足りなくなったら、もう秒で気づくんですよ、僕。まあ、そこまでとは言わなくても、多分ここなんか僕一着適当に取っても気づかなさそうだなっていう、まあ服もそうなんですけど、特にここもちょっと、だいぶぐちゃってやってますね。使わない寝具とか、なんか来客用の枕とか、あとなんかお母さんの寝巻きとか。お母さん系多いですね。はい、まあこれ何置いてるかわかんないですよね。はい、まあ枕と寝巻きはともかくあそこにウエットティッシュがあったりとかも変だし、下もなんかまあ押し入れ特有のもう何でも放り込んじゃってる。まああとここ僕が使ってる世界最小サイズのお掃除ロボットのこれスイッチボットの K10 プラスですね。そうですね。はい、これなんで蓋ないんですか？これ上に表面のカバーあるっすよね。外すもんなのかなと思ってて、一応ここに。あそこにあんだ。はい。はいよ。本当はこんな感じなんですか？はい。だから買った時これで届きますよね。そうです。これで届いてなんか。これめっちゃおしゃれ。そうだからこれを取り外して人力で清掃するっていう手間がいらないお掃除ロボットなんで、基本これ外す意味ってそんなないんですよね。確かに。
もうこれつけた方普通に見た目綺麗じゃないですか。綺麗ですね。はい。ちょっと天然なとこありますか？ちょっとあります。なるほど。これは今回なんか僕に来客用にご用意してくれたので、カフェインデスコーヒーありがとうございます。なので普段はここは割と何も置かないようにしてるっていうのを聞いてます。ここはなんでいいんですけど、こうなんかここに置いちゃってるなっていう、なんか置くのに便利な位置にあるから置いちゃってると思うんですけど、コアラ好きなんですか？これコアラマットレスっていうマットレス使ってて、コアラマットレスですねこれ。はい。でそこに頼んだらなんかこれもついてきて、はい。でなんかちょっと可愛いなって好きなんですね。はい。これはなんですか？これ携帯仕事の時使わないようにしてタイムロックコンテナみたいな。タイムロックコンテナって言ってもう2分開かないんですね。2分のガチで開かなくなって、これで仕事をするみたいな。スマホを封印して集中するっていう。ここにあるのどうですか？いやちょっとなんか美しくないなって僕も思ってるんです。すぐ取り出しやすいようにっていうので、それが時短になっててとか効率的な生活につながるから置いてるって言ったらいいんですけど、なんかここまで結構その家具とか床張り替えたり、物選び結構インテリア好きじゃないですか多分。そうですね。なんかここまでこだわってるのにここだけなんかすごいね物を置きっぱなしにしちゃってるのって、シンプルにかっこよくないよねっていう。ここそうですね、ちょっとなくしたいですね。で次がデスクです。そうですね。すごいなんかデスク周り充実してますね。そうですね。なんかリモートワーク。リモートワーク主体のエンジニアしてるんで。はい。なんかこの辺りはちゃんとね片付いてる感じしますね。椅子もちゃんといいやつ使ってるし、あとこの辺りプログラミング系の本がいっぱいあって、でちゃんとなんかキャスターで動かせるようにしてたりとか、この辺り整理してるんだなっていうのは感じましたし、これ知ってますよ僕。はずむさんでしょ、YouTuber の。そう何回かご飯行ったり、今度も一緒にイベントやるんですけど、中目黒にお店ありますもんね。そうです、中目黒のお店。ちょっと中見ていいですか？いいですね。紙袋ここに吊るして好きだから飾ってるみたいな感じですか？ダンさんの後で店をこれはずむさんに送っときますね。めっちゃ好きなんですか？だってこれ部屋の入って一番すぐこれあるからめっちゃ好きなのかなと思ったんですよ。なんかそうですね、ちょいちょい好きで見てます。なるほど。はい。であと僕気になったのこの鏡なんですけど、立ち鏡だけどすごいなんか厚みがあるのと取っ手があるから、僕この中に収納あるんじゃないかなと思ってて、ちょっと見ていいですか？なるほど。ここも結構やっちゃってますね。やっちゃってますね。結構雑に書類ですかね。書類とお薬とか何がどこにあるか分かんなくなりそうな。クローゼットがそこにあって鏡がこの辺り片付けたいですね。確かに。はい、という感じでちょっと片付ける前のお部屋を見せていただきました。ということでこれから片付けさせていただくんですけども、ちょっと自己紹介とかで、あとどうしてこう申し込んだのかとかで、物を減らしてどんな生活をしたいかとか、ちょっともろもろお聞きしたいと思います。ということで、まずは自己紹介でお名前も含めてお願いします。はい、マッチです。25歳で東京で IT エンジニアとして働いています。はい、エンジニアさんなんですね。そんなマッチさんなんですけども、どうして僕に物を減らしてほしいって申し込みしたんですか？はい、1年前くらいに渋さんの動画に出会って、結構なお部屋から割とこんな感じのミニマリストっぽい部屋には変身したんですけど、なかなか見えないところをぶち込んだり、クローゼットに服とかぶち込んだりしてて、でやらないとって思ってたんですけど、なかなかそれができなくて、でちょっと後押しをしてほしいなみたいなっていう感じで思い切って申し込みました。ミニマリストな部屋には憧れあるけど、もう少し減らしきれないみたいな。そうですね。実はなんか過去にもですね、ちょっと似たような方を片付けさせていただいて、でその方も、生活圏内はちょっとすっきりしてるんだけど、やっぱところどころ押し入れにぶち込んだりしてて、そうですね、ちょっと散らかってるっていう方もいたので、ちょっとそれに近いかなとは。だからこそ今回きっかけに押し入れとかも含めて減らせたらだいぶいい部屋になる。そうですね。椅子もそうだし、家具とか持ってるものは非常に本当に素晴らしいので、ちゃんとこれが生き生きするような部屋そうですね。いや多分これ物減らしたらめっちゃいい部屋になりますよ。なのでちょっと本当惜しいって感じですね。
体的に過去どれくらい物減らしました？過去服は今多分40着ぐらいだと思うんですけど、はい、本当は100ぐらいあったんですよ。あそこまだぎゅうぎゅうだったんですけど、もっとぎゅうぎゅうみたいな、あと、食器とか、もうあれ多分多いなとは思ったと思うんですけど、それよりもあれの 2,3 倍ぐらい量を一人で生活してたり。じゃあ今よりもまだだいぶぎゅうぎゅうだったんですだいぶぎゅうぎゅうでしたね。はい、そこからでもだいぶすっきりはしましたね。すっきりしましたね。あと1年前に転職し IT エンジニアに転職して、はい、リモートワークがメインになったので、より家の空間っていうのをきれいにしようっていう意識が強くなったっていう感じです。なるほどなるほど。ちなみに今片付けたって話をしたと思うんですけど、はい、実はマッチさんインスタグラムでミニマリストアカウントがあるんですよね。ミニマリストマッチってもう名乗ってるくらい、はい、でそこでは結構片付いてる時の写真とか、もともとだからお部屋だった時代から今の部屋になるまでっていうのを、はい、ミニマリストになるまでの過程を結構インスタグラムで書いてたりして、これ本当に素晴らしいなと思って、自分で SNS とかやれてるから、物減らしたり散らかりづらい状態が続いてるっていうのがただちょっと辛かってますね。だからこそ俺はここまで綺麗にやったぜっていう、どやっていうところの代表じゃないですか。そうですね。なのにちょっとこの裏方が散らかってやるとちょっとファンの人は悲しくなるんですね。でもこれをまた再開できるようにちょっと減らしたいですね。そうですね。物減らしてどんな生活したいですか？結論、ストレスフリーな生活ですね。ストレスフリーってことは今ストレスがあるってことですか？そうですね。どんなストレスが？もうクローゼットも毎日服選ぶときにちょっとって押し投げてキリンの服選ぶみたいな。だって多分服好きですよね。めっちゃ。めっちゃ好きですね。さっき入り口にダンっていう紙袋置いたと思うんですけど、ファッション YouTuber のはずむさん見てたりとかするわけだから絶対服好きなんですよね。なのにそのね、クローゼットがぐちゃぐちゃで、ね、取り出すの大変っていうのはしかも毎日のことじゃないですか。そうなんですよ。服って毎日選ぶものだからこそクローゼットはすっきりさせた方がストレスも減るでしょうし、減らしてどうなりたいかっていうのにもストレスフリーって言ったじゃないですか。それって多分漠然としたストレスがいっぱいあると思うんですよ。さっき言ったクローゼットもそうだしとか、インスタでミニマリスト言ってるのに奥が散らかってるとかの罪悪感だったりとか。意思決定の力を使うっていうか。はい。ちょっと嫌だなと思って。いや、そうですね。全体的に多分水回りもクローゼットも何がどこにあるかわかんないから探すのに時間かかる。で疲れちゃうみたいな。そうです。はい、そうですね。僕今まで何人か片付けてるんですけど、共通してるのはみんな買い物好きなんですよ。そこどうですか？なんか買い物好き志向は1年前あったんですけど、渋さんの本とか、あともう物はいらないって本とか、はい、僕たちにもう物は必要ない佐々木さんの本そうですねとかで固定費とか見直して、なんかもうこいつらで十分だなっていう。素晴らしい。じゃあ買い物好きはもう特にそんなないから。そうですね。特段最近なんかめちゃくちゃ物買ったとかでもない。ないんです。だったら減らし切りたいですね。そうです。そう、なんか減らし切ったらもう本当にザ・ミニマリストの生活続けられそうだなと思ったので、あとなんかもう一押しって感じですね。そうです。もう一押しですね。ということでじゃあ早速マッチさんのお宅を片付けていきます。はい、ということで早速片付けていくんですけど、皆さん結構こう片付けを始めるときに僕言ってるのが、まずこう短期集中で一気に片付ける。今まさに土曜日とか、土日とか大型連休の時にまとまった時間を片付けるっていうことをお勧めしてるのと、どこから手をつけたらいいか分かんないっていう方、結構多いと思うんですけど、僕のおすすめは服ですね。なんでかっていうと、やっぱ服ってね、みんななんかつい春夏秋冬シーズンごとに買いがち。別に困ってないのに買えちゃうじゃないですか。服って毎日着るものじゃないですか。さっきストレスがあるって話をした時に、その服、このクローゼットから取り出すのがすごいストレスかかってるっていう話をされたと思うんですけど、毎日使うからこそここを先に片付けると本当に日々の服選びも快適になるので、そういう意味でも服からおすすめしてます。服を減らす時にみんなにやってほしいのは、服を全部一気に取り出す、要は中身を全部見える化するっていうことですね。服取り出すんですけど、片付けする時はですね、やっぱちょっと床面積作りたいですね。結構これから多分衣装ケースとかいろいろ取り出していくんで、ちょっと一旦机を取り出します。早速この服の数何着あるのか
いいですね。自分の40着って言ったのが正確なのか。2、3。あと下は大丈夫ですか？上とか下は。多分ありますね。あ、まだあるんですね。これなんですか？これなんだろう。よくあるショッピングバッグって感じしますが、もうこれいらないっすね。見てます。もうぐちゃぐちゃシワだらけなんで。なんだろう。なんかシワくちゃっすね。いらん。傘ここにもあるじゃないですか。本当だ。折りたたみ傘1本でって話をしてましたが2つありましたね。2つありました。未使用のクリアフォルダがすご。要は仕入れに突っ込んで部屋がすっきりしてるように見えて、物はこれだけあるので、もう繰り返し言ってますが、物の数を減らさないと根本的には解決しないっていう感じで、クローゼットの服を全部取り出したんで、これ何着ありました？これ35着ありました。35着でしたね。やっぱちょっとこのクローゼットに余白を持たせたいと思ったら、もう10着ぐらいは減らさないと多分ぎゅうぎゅう詰めになりそうだなっていう。スーツ含めて35着ある。はい。ちなみにスーツはもう絶対着ますか？スーツ着ないですね。冠婚葬祭1年で1回か。おすすめは、例えば東京都内に住んでるんだったら、当日に冠婚葬祭用のスーツとかを借りれるお店あるんですよ。僕の友達の無印林くんっていう子がいるんですけど、その子とかももうスーツ持ってなくて、僕の動画でスーツ6着くらい全部捨てたんですよ。リモートワークだと特にスーツ着ないじゃないですか。着ないですね。実際林くんが東京から福岡に来て結婚式の時に、ちょっとサービス貼っときますけど、それを使ってレンタルして、で、しかもスーツレンタルだと、例えば旅先でそのまま変装できるんですよ。だから荷物にならない。東京で借りて、福岡で結婚式やって、終わったら送り返してみたいなことができたりするんで、そういうのはおすすめですね。はい。なんか親に買ってもらったんで、はい。実家は普通に送り返そうかな。実家に送るのやめましょうか。やめますね。やっぱりちょっと言い方悪いですけど、もう25歳で自分大人じゃないですか。やっぱ自分のものは自分で、やっぱちゃんと管理するのが大人だと思うんで、基本実家に送るみたいな思考はなしで、いきましょうか。っていう意味でも、例えば親から本当にもらって大事なものだからこれ着たいとかだったら別に無理に捨てなくていいんで。ちょっとスーツ捨てるのは初めてなので、なるほどね。ちょっと普通に抵抗あるなぐらいな感じで、直近最後に来たのは去年の11月です。1年前か。1年前で、それはいつ？それは結婚式ですね。友達の結婚式ですね。多分着る時って冠婚葬祭か結婚式だけですもんね。そうですね。その使用頻度だったら、特に東京都内にいるんで、レンタルでいいんじゃないかなっていうのは僕は思った。確かにな。一旦ステイとかありですか？はい。なので特に思い出のものはそうですね。思い出のものって一回捨てるともう買い直しが効かないんで、ここにある服って多分最悪買い戻したりできると思うんですよ。できますね。そういう意味では思い出のものは一旦後回しにして大丈夫です。最後いろいろ片付けた上で、もしかするとここ減らしたら余白できてこれ残せるとかもあるかもしれないんで、そうですね。思い出のものは一旦後にしましょう。じゃあここから続いて。はい、これいらないと思った理由聞いていいですか？ちなみにしわくちゃだったし、てかハンガーにも吊るされてなかったし、これをじゃあなんでここまでしわくちゃになるくらいまで使わなかったのか。これ多分ユニクロのあれですよね。J のやつ。はい。ジルサンダーの白シャツ他に持ってて、はい。はい。そっちの方がお気に入りだな。お気に入り。なんでそっちの方がお気に入りだと思いました？俺乾燥機使ってて、乾燥機かけたらすぐこんなになっちゃって、ちょっと萎えたんですよ。なるほどね。T シャツ、特に普段使いするものは洗濯乾燥にかけれるものを買わないとまたこうなるっていう感じで、なので物を減らすときはいるいらないでポンポン捨てるんじゃなくて、ちょっと原因分析をセットにしてほしいですね。勉強熱心メモしてくれて。ちょっとメモしてもらって。ぜひぜひ。じゃあこれはゴミ袋詰めましょうか。そういえば、ジムとか行くときって、スポーツ着とかっていうのは普段のとどう分けてたりするんですか？僕はもうレンタルウェア契約できるジムしか契約しないです。結構ジム行く人はレンタルプランおすすめで、まず自分の手持ちの服減らせるし、洗濯しなくていいんですよ、帰った後。でもっと言うと、運動着を持ってないからジムサボろうっていう言い訳が減る。これが一番でかくて。もういつでも飲み会終わりでも仕事終わりでももうパッと寄れるから、ジム通う頻度がもう2倍3倍めちゃくちゃ上がります。じゃあ一旦ちょっとボトムス見ますかね。どうですか？なんかそこからパッと見て、服に限らずなんですけど、ミニマリストって別に何でもかんでも捨てればいいっていう考え方ではなくて、自分にとって必要なものを残すっていう。
で残したものからさっき言った自分の大事なもの、自分の大事なものを見つける作業なんで、捨てたいものに目を向けるんじゃなくて、自分が残したいものに目を向けて、でそれ以外を全部捨てるっていう。ここ見た時にこれ絶対残したいっていうものをちょっと出してもらっていいですか。残捨てのやつとかは絶対いるってことですか。ガシガシ切れるんで。じゃあもうこれ吊るしちゃいましょうか。先に。はい、で言うと、あとハンガーがこれいろいろあるんですよ。ハンガーが1、2、3、4、5種類ここにあるんですよ。これなんでハンガー5種類あるんですか。1年前ここ引っ越してきた時に親が送ってきたのがこのちょっと雑な色のハンガーで、ちょっと揃えたいなと思って買ったけど揃えきれなかった無印のハンガー。ああ、なるほど。これマーハンガーですね。あ、そうです。パンツ用のマーハンガーここにあるけど、いいやつあるじゃないですか。あ、そうなんです。無印のやつとか。無印でもこういうクリーニングの時についてたのかなみたいな、ちょっと安っぽいハンガーとか、ここまでインテリアこだわってるのに、後々減らしていったら、これに絞れると思うんで。その上でボトムス、絶対これ着たいっていう。これ夏めっちゃ使ったんですけど、ユニクロのストレッチジョガーパンツみたいな。ああ、はい。これ2着あるんですけど。お、いいですね。全く同じの2着あるくらい好きなんですね。他はあります？これ絶対着たいってやつ。そうだな、夏限定とかになっちゃうんだよな。で言うと、できるだけオールシーズン使えるようなものとか統一した方が、物の数を減らすって意味ではいいですね。一旦お気に入りは、はい。こんな感じです。熱気しました。了解です。じゃあちょっとかけましょうか。はい。ちょいちょいこれ美しくないなとか口癖のように言ってるんで、その感覚大事ですね。やっぱデザイン的に納得できないものは基本捨てていくっていう感じですね。同じものを複数買ってるやつはめちゃくちゃお気に入りだと思うんで、ジョガーパンツとかそれめちゃくちゃ洗濯しやすいからガンガン洗えるじゃないですか。そうなんですよ。でもすでにもうこの状態気持ちよくないですか。気持ちいいですねこれ。でしょ。やっぱ余白残したいですね最終的に。確かに。それこそさっきセレクトショップに行って服買ってるって話しましたけど、あそこもそんな感じじゃないですか。ユニクロ GU とかのファストファッションって、いっぱいギュギュギュじゃないですか、店内が。だけどセレクトショップってこんな感じでもう厳選されたものが余白いっぱいに置いてあるみたいな、ああいう空間を目指したいですね。これだって毎日開いてこんな感じだったら絶対テンション上がるじゃないですか。気持ちいいですね。あそこに入りきらなかったボトムス出してもらっていいですか。はい、という感じで1234、このボトムスはいらなかったものってことになりますね。いらないですね。ここは絶対いるとは言えなかったものなんですもんね。そうですね。はい、ちなみにこれとかはこれもう着まくって高1ぐらいから。はい。でもサッカーとかで膝がみたいな。はい。これもうお母さんがめっちゃ刺繍とバーってやってくれて塗ってくれてとかやったんですけど、ちょっと毛玉がすごい目立ちますね。汚れとかもういいかな、ありがとうって感じですね。着ててテンション上がんないと思うんで、でも大学生の時にスウェットパンツの白いやつ欲しいなみたいな、で白地が入ってるやつ、なるほど。若気の至りみたいな。結構じゃあ学生時代とかお母さんからもらったものが割と多いって感じですね。これが普通にジョガーパンツで、そうですね、さっきお気に入りのパンツだけど、すでにもう2着残せばそれで十分って感じなんですかね。でこれはもう死ぬほど使いまくった。これ真っ黒でした最初。そうです、真っ黒でした。真っ黒からこうなったんだ。そうです。だいぶ色落ちしましたね。そうです。これ最近着てなかったんですよ。あったんだみたいな。そんな感じなんだ。そうですね、そういうものはもういいかな。ということで、現時点で今ボトムス4個と T シャツで5個減ってますね。もう今30着くらいに絞れたんで。ありがとうございます。ボトムスは一旦これで終わりました。続いてここです。このコートは絶対着てる。もう絶対着ますね。これがハンガーで買ってももったいないですね。確かに。でも例えばここにいいマワハンガーあるじゃないですか。こっちで統一した方がいいですね。そうですね。でじゃあこれは残しましょう。これ逆にこれはなんでいらないと思いました？これパッて見てシワ目立つなって。そうで言うとマッチさんはシワになる服買っちゃダメです。そうですね。なので基本やっぱりシワになっててよれててとか、そういうちょっと耐久性が高いものとかシワにならないものを買った方が失敗は少ないと思います。今後いらない服に共通してるのがやっぱ全部首元よれてるとかシワができてるっていうのがあるので、今後はちょっとこれ耐久性高そうな服、シワにならないものを買いましょうか。
はい、さっき見たやつでここにも服が眠ってると、これパンパンな理由ってシンプルに数が多いから溢れてるんで、ちょっと同時に見ましょう、服を。そうですね。これ水回りにあったバスケット、要はここにも夏物の T シャツとかもろもろあるんで、ここも一気に減らしちゃいましょう。ここから絶対に着たい服を選んでいただいて。これは着たいです。いいですね。なんか仕分けがポンポンできるようになって。で言うと、こんだけあれば自分。そうですね。ちなみに運動どれくらいの頻度でやられてますか？これジム週2、3とか。どうですか？頻度的に4着いるのかなっていう。確かに。これいらないです。この3着あればじゃあ。そうですね。水回りにあそこやっぱ固めるってよりも、服は全部ここにしたいですね。迷っちゃう。別になくていいかなって感じですね。絶対にいいですよね。即決できないものはいらないですね。これなんでいらないと思いました？これ首元の皮脂汚れ。そうですね。でいくと、色もできるだけ暗めの服、わざわざここ液剤つけて洗ったりしないタイプですね。ですね。あんまり多分その服の管理とか得意じゃないと思うんで、僕もそうなんですよ。黒にしてるのはそういう理由なんですけど、あんまり汚れが目立たない服を中心に揃えた方が、実際今クローゼットの中もあんま白ないじゃないですか。ないですね。で今後買う時はあんま白系はあんま買わない方が多分、買っても多分また皮脂汚れが出て捨てちゃう。それはちょっと気にしてたところですね。でどんなに美しくても洗濯が面倒な服は愛せないっていうのも何回も言ってるんですけど、多分同じタイプな気がします。僕も昔白ニットとかいっぱい買ってたんですけど、やっぱ毛玉ができたりよれると、やっぱ洗濯面倒いわ、じゃあもう捨てようってなっちゃった。この辺りもアディダスの福袋に入ってたやつで、でなんか着てたんですけど、なんかあんま自然と手に取らないなっていう感じの服で、福袋で買う、ミニマリストは福袋で買わない方がいいですそうね。ですね。これが学生時代に買ったやつなんですけど、意外と周りの評判あんま良くなくてなんかファミマの店員みたいとかそれが言われて傷ついた。はい、ちょっとうわーとかなって、これで終わりましたね。ゴミ袋1袋分いらない服が出ます。はい、っていう感じで必要な服はこれだけでした。結構ほら隙間ができてるじゃないですか。ちょっと数えてみてもらっていいですか？15、16、17。おお、めっちゃ少ない。半分になりましたね。半分になりました。ほぼ。ちょうど半分だったから、やっぱりだからぎゅうぎゅう詰めな感じもなくなりましたね。実際これ見てどうですか？この17着見て、これで事足りそうだなって感じです。もう全然事足りますね。むしろこれしか着てなかったんですもんね、今まで。だから、松さんにとって本当に大事な服はこの17着ですね。めっちゃいいっすね。はい。いいっすね、なんか。で、あと最後、この2つ、思い出系、スーツと思い出のものなんですけど、いかがですか？これは、はい。写真撮って捨てます。いいですね。基本的に思い出のものは写真撮って捨てると。ちなみにこれ科学的な研究もあって、写真撮った人の方が 20% ものを多く捨てられるっていう。ので、これはいらないと。仕分け完了。はい、っていう感じで、こっちにボトムスと、こっちで。ちゃんと余裕ができましたね、ここ。余ったハンガー全部捨てましょう。このハンガーを残しちゃうとまた服買っちゃうんで。そうですね。取りたくなったんですね。はい、ちょっと取りたくなりました。こんだけ片付いたら、そうですね、取りたくなりますよね。この調子で片付けていきましょう。服は結構綺麗になったんで、タオル系が、これおすすめなのは、ミニマリストのこれも王道なんですけど、バスタオルをやめて、フェイスタオルです。なんか髪がすごい短いので、ぶっちゃけこれ余るんじゃないかなと。はい、フェイスタオルとかに変えると、かさばらないです。多分もっと半分ぐらいなんです。渋さんってタオルどれぐらいで使ってます？なんちゃこれと全く同じ色のフェイスタオルが4枚。4枚。ぶっちゃけこんだけいっぱい溜めちゃってるから洗濯物溜まるし回さなくなるんですよ。最低限だけ残しておけばちゃんと洗濯乾燥回すようになるし、結構後回しにしてません？洗濯乾燥。そうですね。毎日なんか2日に一遍とか。の割に結構溜まってるなと思ったんですよ。これくらいいいんですよ、極端し。これでは全然確かにそうですね。そうすると洗濯乾燥めっちゃ早いし、こんなシワにならないです。僕だったらこれ捨てます。このサイズのフェイスタオル4枚残して他全部捨てます。そうしよう。そうしましょうか。じゃあもうこれもいらない。捨てましょう。そうするとこんだけコンパクトになるんですよ。ここにあるやつは全部いらないっていう。万が一これでやってみて足りなかったら
もう1枚買い足すとか、多分足りますですよねまあなんかこういう思ったんです。これも結構学生時代から使ってるじゃないですか。そうですそうです。学生時代にこれ全部捨てちゃいましょう。そうですね。学生のやつがでも学生時代から7年ぐらい、高校卒業して7年経ってるから、やっぱり趣味思考も変わってると思うんですけど、2、3日に1回回してるんだったら絶対それで足りるんですよね。なんで4ペア作りますかね。基本的にタオルと下着類はもう全部4ペアにしましょう、で同じものにする。靴下がそれぞれ探してなんかこうペアで固めるみたいな、しなくていいので、特に今もなんか黒いやつ履いてるし、あんまり柄物のなくてもいいですよね。そうですね、水回りがあんだけぎゅうぎゅうなのはなんか洗濯乾燥機回してるとは言ってるんですけど、やっぱね多すぎっすね。タオルと靴下まだ入れてもまだこれ余りますね。本当だ。水回りめちゃスカスカになると思いますよ。確かに。はいっていうので、もうすでにほらここもなくなったし、洗濯機ここになんだからわざわざここに洗濯かごを置く必要なかったじゃないですか。だってこっちに直に突っ込んだらいいんだもん。なんかここに置いてそれを移して乾燥させてここに移動させるっていうなんか謎の手間が発生してるんで、動きに無駄が多いんですよね。でもこれだったら着た服は全部こっちに放り込んで、終わったらここに入れる。マックス溜まってもこれなんですよ。めっちゃいいっすね。すっきりしてて見違えたなと。いやそうですよね。服系はこれで一旦終わりかな。全部さっきの傘ですね。傘2本目出てきましたが、これいりますか？いりません。はい、もったいないけど。渋さんってはい普段なんかこういう絶対使う生活インフラの説明書とかってどういう風に扱ってます？なんかこれポップインアラジンのはいちょっと見ていいですか？説明書。僕説明書捨てますよ。そもそも見返しますほぼ見返せないですし、最悪これホームページ行ったらラウンドできます。確かにそう。あとは説明書を管理したいんだったらトリセツってアプリがあって、そこでも商品名入れたら勝手に自分が家にある家電の説明書リストみたいな作れたりします、電子の。僕はもうそれすら使わなくなりましたよね説明書マジで見返さないんで。そうですよね。渋さんってはい、筆記用具どれくらい持ってるんですか？もう僕全部把握してて、ボールペンとネームペン以上、あと筆記用具系で言うと、ちょっと概要欄に貼っときますけど、なんかステーショナリーセットみたいなの持ってて、それアパレルの開発とかで例えばカッターとか定規使うから、それ一式のセットあるんですけど、そこにあるようなペン類、のり類みたいなの、もう本当にジェットストリームっていう3色ボールペンと、あとネームペン、もうこの2つしか持ってないですね。これめっちゃありますね。そうなんですよ。なんか仕事柄使ってる感じですか？そうなんです。これ、はい、メモ取るときにいつも、このペンすごい書きやすくてお気に入りで、もうなんか絶対消費するんで、もう10本買ったんですよ。なるほど。どんぐらいの頻度で炊かれます？ 2、3ヶ月に1本は消費するな。2か3ヶ月に1回だとしたら、これシンプル3ヶ月計算すると、要は2年持つんですよ、これ。その計算だと。で言うと、ちょっと買いすぎっすね。極端な話もう3本もあれば、極端な話9ヶ月。買いすぎっすね、ちょっと一度に。っていうので、丸ごと1個開きましたね。てか、書類半分以下、5分の1ぐらいになりましたね。いや、そうですね。こんだけだったら十分ですね。筆記類もこんだけあれば十分。はい、っていう感じで、必要なものはもう本当にこれだけでしたね。そうですね。ちなみにもうすでにゴミ袋は結構、1、2、3、4、5、6個、5個ぐらいゴミ袋出てて、スッカスカになりましたね。いや、これでいいんですよ。いいっすね、これ。めっちゃいいじゃないですか。うちと一緒のやつだ。マジですか。 YouTube でも紹介したんですけど、これはシャオミの電動ドライバーですよね。そうです。僕これ全く同じの持ってます。これがあれば、このドライバー関連いらないかな。そうなんですよ。だから機能が重複してるっていう。絶対手で回すより電動でやった方がそうですね。あんだけぎゅうぎゅう詰めだったやつってこれだけ良かったんですよね。他全部ゴミですからね。極端な話するともうこんなに広い収納もいらないっていう感じです。いやー、ほんとそうですね。今からラストスパート、日も暮れて夜になりましたけど、あそこに待ってパンツハンガー買ってるんですけど、これなんでここについてるんですか？乾燥機で乾燥しきれないパンツとか。あそこに。なるほど。さっきパンツハンガーちょうど1個足りないって思ってましたね。ここにありましたね。あとなんかそのスツールの上にこれが置いてあるのもこれ気になるんだよな。なんかスツールの上になんかよくある観葉植物で置くとかよくありますけど、
ったらこれを置くとか、確かに微妙な位置にあるイソップとかをこっちに置くとかの方がまだ様になるなとか。確かに。続いてキッチン片付けていきますが、まあ特にさっき話してたコップが多いなって印象なんでいかがでしょうか。全部使ってます？全部は使ってないです。絶対に使うもの、まあ、彼女さんとか来るからここら辺はいらない。は使ってます。使ってる、はい。これさえあればいいね。だから本当にシンプルでかっこいいものしか置いてないって感じですね、確かそうなんですよね。もうこんだけあればよくて、はい、あと今使ってるこれですね。これもちょっと用途かぶってます、あどうします？確かに例えばこれ3つあるのは2個でいいんじゃないか。2個でいいなと思ってますね。はい。これはこれも一軍で、1軍、ここら辺が1軍で、これ3つありますけどどうですか？これ2つでいいかなと思って。まあ来客だってこれ、これ外しても5人いけますからね。そうですね。思い出神戸とかなりますね。これそうですね、使ってますか？今使ってないですね。全然。こっちはブレンディ。こっちも使ってないですね。じゃあこの3つはいらなさそうだなと思いましたか？はい、いらないと思いましたね。この4つはいらない。はい。結果まあ4ついらなかったのか。そうです。まあ10個あったけど4個はいらなかった。はい。だいぶスカスカになったので。まああとちょっと、ここら辺を減らし、最後減らしたんですけど、ちょっとこの辺りとかすごい散らかってるんで、ヘアバンド2個いらないなと思って1個はいにします。ティッシュもよく顔拭くのに使うんで、はい。これなんか自分のトラベル用の歯ブラシで、はいでこれ彼女の歯ブラシなんですよね。うんうん。洗濯ネットちゃんと仕分けてやってます？ 1枚でいいかなと思ってます。あ、了解です。ははい。で夏しか使わないやつ。まあもうちょい少量の買ってよかったですね。そう冬は使わないですもんね。冬使わないですね。かといって来年に持ち越してもちょっとあんまり衛生的ではないなっていう。で言うとそこにいろいろあるんですけど、はい、なんかここにこれめっちゃいいもんが空であるから僕もこれ使ってますけど。これめっちゃいいですよね。はい。この保湿剤とそうそうそう。ヘアバンドめっちゃスッキリした。続いて気になったのがこの辺りなんですけど、まずそこの上減らしたいとかもあるんですけど、これヨガマットすごい位置に置いてますね。視線の高いとこって目立つんですよ。人目につくから。なんかこんだけインテリア、せっかくおしゃれなもの持ってるのに、なんかヨガマットがあそこにあるのあんまりかっこよくもないし、地震来た時も倒れるんで、取り出しましょうか。はい、ちなみに使ってます？使ってます。なんか、はい、風呂上がりとかストレッチとか。だと、押し入れ開いたんで、はい、これはもう位置的に押し入れです。これどうですか？シンプルにここに置いてあってなんかテンション上がります？何にもない方がかっこよくないですか？確かにそうですね。じゃあ一旦それ全部ここに置いてください。ちょうど開いたんで今、そこに置くの禁止にします。はい。ガジェット系は、あそこに固めません？なんかそうですね。これオズモポケットは撮影用に使う。するとここになんか例えばモバイルディスプレイとか置いてるじゃないですか、ガジェット。もうここに固めましょう。物の定位置をどんどん決めていきましょう。ガジェットはこことか。コーラちゃんはこれはどうされますか？これ置いてると癒されるんですね。そうですね。じゃあここに置いておきますか。なんかイソップと一緒に置いてたらなんかいいんじゃないですか。これはもう下に一緒にいたいじゃないですか。ここでスマホ封じ込めてここで使えばいいので。感じでラッシュ終わりました。ゴミ袋が12789。どうですか、それ見て。いや、まだスッキリこんなにできるんだっていう。多分過去にももともとお部屋時代からあって、ある程度減らして、でもまだこんだけ1日今日減らしてみて、服とか忘れたと思うんですけど、シワになったりとかいろいろなものが多かったじゃないですか。っていうなんかその捨てたものから自分の傾向、こういう時に買い物失敗してるなみたいな、なんか気づきありました？白 T シャツは無駄に買いすぎたなっていうのはあります。なるほど。白 T シャツはやっぱり汚れが目立つからあんまり、ずっと取っておいたジャージとか、学生時代のものとかを、おばあちゃんお母さんからもらったものがそうですね、残しがちでしたね。そういうのはもう極力もう今十分にあるからいらないっていうのはちゃんと伝えてあげた方がいいかな。そうです。ずっともらい続けてるとお母さんたちもなんかもうそれが当たり前になっちゃうんですよね。送っちゃえになるから、どっかのタイミングでこれからはもうあるからいらないって言わないと永遠と送り続けられると思うんで、買ってすぐに箱を捨てない袋とか包装紙とか、それはありますね。はい。ちなみにこれは売るものです。もう近所にブックオフがあるので、結構もうこれも値段が高くてとか、これも未開封のままみたいな高そうな本だけもうほんと1、2、3、4点だけ今からブックオフに売りに行きます。
はい、っていう感じで売りに来ました。っていう感じでブックオフに行って売ってきました。はい、査定金額はここに編集で貼っておきますが、物を売って稼いだ金でラーメン食ってるって感じです、はい、ありがとうございます。人に物を売らせてその金で飯を食う。ようやくあれで全然ミニマリストって名乗ってもいいくらいの空間になった気がします。公認もらって嬉しいですさっき聞かれたんですよ、カメラ回ってない時にこれでミニマリスト名乗っていいですかねって言われて、あ、まあいいんじゃないですかってミニマリストを目指して良かったこととかあります？家帰ってきたらなんか実家より居心地よくなったって感じ。実家より居心地が、確かにそう分かるそれ、俺逆に実家帰りたくないですもん。そうなんですよ。なんか実家帰ったらちょっと早く帰りたいなみたいなはい、ということで無事に物が減らし終わりまして、部屋が綺麗に生まれ変わりました。っていう感じで、ちょっとどんな風に部屋が綺麗になったのか、ビフォーアフターのアフターを見せていこうと思うんですが、はい、まず一番目立つところっていうとそこですね。普段リモートワークをされてるということでね、ここに座ってる時間も多いと思うんですけど、視界に邪魔なものがなくて、はい、なんかノイズがなくなったって感じ。それはあると思いますね。余計なものがそこにあるから、気が散るみたいな。そうですね。っていうところで言うと、普段ずっと家にいてリモートワークされてると思うんで、やっぱりいかに集中力をね保ったまま仕事するかって大事だと思うんですけど、ここがデスク周りですね。はい、いいですね。さっきはちょっといろいろ僕のなんかバームクーヘンとかコーヒー置いてもらってましたけど、この状態をキープですね。はい。で、さっきそのあたりに、上にヨガマットを置いてたり、なんかそのあたりにいろいろ吊るしてたんですけど、こう目線の高さにいろいろ吊るしてると目立つんで、こっちに固めました。で、もともと賃貸に最初からこういう引っ掛けるこれがあるから、ね、だったらここに吊るした方が良くないと思って。ここに自分の本当にお気に入りのものだけ置くっていう方が綺麗じゃないですか。普段愛用してるカバンとか帽子とか、本当にお気に入りのものだけをもうここにコレクションするっていう。で、引き続きポップミアラジン使って時間を表示してるっていう、はい、一番頑張って物を減らしたのはここですね。まず押し入れ、これで事足りますでしょうか。半分になってますからね。そうですね。なんかもうここにこのスペースがあるのが、はい、気持ちいいですね。なるほど。確かにね、もう今は分かりやすく、はい、パンツはこっち、はい、トップスはこっちっていう風にまとめられるようになったから、はい、ね、何がどこにあるか一目瞭然。そうですね。なんかって言ってたんで、はい、そうですよね。上もだいぶ余白が上まで塞がってましたけど、そうです、下もそうでしたね。下もぎゅうぎゅうでしたけど、だいぶ余裕ができましたね。で、基本的に収納とかはもう埋めていいのは7割までですね。最低でも3割くらいは余白を残しておかないと服がぎゅうぎゅうになったり物が取り出しづらいみたいなことがあるので、余白3割ルールは常に守ってほしいですね。はい、だから無理に収納があるからと全部埋めたくなる気持ちもわかるんですけど、そこは埋めない。余白も必要なものなので、ここもだいぶ減らしましたね。てかもうここ1個空きましたからね。で、そのまんまここ、ツールの上になんかカバン吊るしてましたけど、それをこっちに移動させて、ここもさっき物減らした分余白が生まれたんで、こっちに移動させて、でここにイソップとかおしゃれなもの、あとお気に入りのコアラちゃんを置いてますね。観葉植物です。感性がすごいですね。観葉植物なんですね、コアラは。写真を撮り始めた。部屋が綺麗だから。それを常に見返して散らからないようにしましょう。はい。で、ここですね。水回りもだいぶここ、さっきも溢れて、もうちょっとお部屋みたいな、ゴミ屋敷予備軍みたいな感じになってましたけども、もう半分以下になりましたね。はい、こっちに運動着、こっちがタオルっていうので、バスタオルをなくしてフェイスタオルに変えて、だいぶ小スペースコンパクトになったんで、またこの感想も聞かせてみてください。はい、そのまま床のここですね。ここに洗濯かごがあったんですけど、そもそも洗濯かごってなくてもそのまんまここに放り込んだらいいよねっていう。特にこれそのまま洗濯乾燥ができてるやつなんで、ベランダ干してないですよね、全然。干してないです。だってさっきもベランダの前、デスクとベッド置いてもベランダ使ってないみたいな感じだと思うんで、わざわざベランダ行って干さないのに洗濯かごを置く意味がなかったんで、もう撤去
そうすると床がほらもう踏めるようになったんで、そうですね、やっぱりこの水回り入った瞬間のここの絶望感がすごかったんでそれがだいぶなくなったのでよかったです、ということでもろもろ片付け終わりました。お疲れ様です。6時間物減らしましたね。はい。どうですか、なんか物減らしてだいぶこの部屋もすっきりしましたけど、どうですか、ストレスなくなりました？いや、もうこの出窓のなくなったのでかなりストレス、日々の作業のストレスが減ったなっていうのとかがありますし、クローゼットとか、服出してみたら意外とあんなにあったんだみたいなとかそうなんですよ、押し入れに全部突っ込んじゃうとこんだけいらないものに溢れてもなかなか気づかないんでね。インスタグラムやってるみたいなんで、はい、そうですね、まあなんかそこで今後更新されるのか。そうですね、なんかそういうところでなんかストレスフリーな生活になってどうだったかとか、なんかそういった心境の変化とか、なんか、まあ、収入の変化とかこう確かに収入上がるかもしれない、はい、でも本当に僕なんか実際にこれなんかこうよく仕事できる人はデスクの上が整理されてるみたいな話、本にもよく書いてますけど、あれって本当に科学的にも正しくて、やっぱりなんかこう生産性が高い人たちほどやっぱりデスクの上が整理整頓されてるみたいな話があって、やっぱ物がたくさん置いてあると注意の散漫って言って物にも情報詰まってるから、そこに気を取られてやってた仕事が中断されちゃってる、でまた仕事に意識を寄せないといけないっていうので、仕事の効率落ちちゃうから収入も上がったらいいですね。本当にとか、まあなのでマッツさんの今後物を減らした後気になる方はインスタグラムやってるみたいなので、ぜひチェックしてみてください。します感じで、このチャンネルでは引き続き視聴者さんのお家を片付けます。もう今回も僕東京まで飛行機乗って物減らしに来たんですけど、別にお金は取ったりしないんで、そのくらい動画の撮影はさせてもらってるんですけど、なのでちょっとミニマリスト支部に家を片付けてほしいという方は概要欄の URL から申し込みお待ちしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。バイバイ。実は最近、見ました仕事の近くに応募して、なんと当然して物の断捨離を手伝ってもらえると、迎えた当時、クローゼットの服や布団、そして洗面所の絶望感を全部床に触ってらしいので、絶対に嫌われたのとして、それがあると言ってます。ゴミ袋9個分も断捨離しました。物に入れてたエグいが散らかったクローゼットが、こうなりました。服を半分に減らします。下にが積み重なった洗面所の絶望感もこうなりました。タオルは全部捨てて、タオルは小さい4枚だけです。逆の撮影は一緒にご覧いただきました。ブックオフが7時に閉まっちゃうんで、はい、急いで売りに行こう。はい、ではでは。